皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の国旗日章旗を傷つける行為を罰するための法律を自民党が制定しようと動き始めています。この紹介だけを聞けば、そのような法律はあっという間に成立するんでしょうと思われるでしょうが、しかし実際には紆余曲折を経てうまくいかないかもしれません。今回はそのことについて少しお話をしましょう。それでは早速自民党がどのような動きをしているかニュースをお聞きください。自民高市氏ら国旗損壊罪、国会提出要請、外国国旗と同等の扱いを。自民党保守系の有志議員で作る保守団結の会、保守の会は26日、下村政調会長と党本部で面会し、日章旗を傷つける行為を罰する国旗損壊罪の新設を盛り込んだ刑法改正案を国会に再提出するよう申し入れた。下村氏は賛意を示し、議員立法として今国会に提出、成立を目指す方針を確認した。刑法には外国国旗の損壊や汚損などに関して2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処するとの規定がある一方、日本の国旗を損壊した場合の罰則は設けられていない。改正案をまとめた高市早苗元政調会長は記者団に、諸外国では自国の国旗損壊にかなり重い刑罰が課されると指摘した上で、日本の名誉を守るという国家の使命を果たすには、外国国旗と日本国旗の損壊に関して同等の刑罰で対応することが重要だと語った。自民党は野党時代の平成24年に改正案を提出したが、同年に衆院が解散した影響もあって廃案となった。それでは記事の補足として海外ではどうなっているかを見ていきましょう。左側はそれぞれの国の自国の国旗に対する罰則についてで、一方で右側は海外の国旗について罰則を定めているかどうかについてです。見ていただければ一目瞭然なのですが、それぞれの国で自分の国の国旗を守るためにそれぞれ罰則を設けています。一方で海外の国旗については罰則をそもそも設けていない場合があります。この場合については一般的な財物としての器物損壊などが適用されて、国旗だからといって特別な法律は用意していませんよということです。しかしそういった意味では、自国の国旗だけは器物損壊を超えて国旗だからこそ守らなければならないとして罰則が設けられているのが特徴です。フランスでは罰金か6ヶ月禁錮、ドイツでは3年以下の懲役か罰金、イタリアでは罰金か2年以下の懲役、中国では3年以下の懲役か拘留、韓国では5年以下の懲役か罰金となっています。そして外国国旗に対する損壊などで罰則を設けているのが韓国なわけですが、韓国においてはこのような法律があるにもかかわらず、日本の国旗が破られたり、焼かれたり、踏まれたり、様々な形で傷つけられていますが、法律があるからといって警察がこれを適用して逮捕、摘発しているかどうかというのはまた別の話となります。今回の刑法改正の動きというのは今がスタート地点であって、今まさに国会で議論が紛糾しているといったレベルにまでは到達はしていません。しかし私は今回の話を聞いて、さっさと国会で提出、議論し、採決し、速やかな施行がされればいいのにと思いました。特にこれといって反対すべきポイントなどは存在しません。というのも今回の記事の補足として挙げた海外の事情などを見ていると、こうした国旗を守りましょうねといった法律はどこの国にもあると言ってよいでしょう。アメリカだけが自由の表現との兼ね合いによって今回の話の中では別枠になっているわけですが、むしろ少数派というわけです。ただし今回の話のポイントとして重要なのは、あくまでもこれは国内法ということです。そして国内法ですから、韓国や中国で反日活動の一環として日本の国旗などを燃やしたり破いたり踏みつけたり、もしくは汚物などで怪我したりといったことをしていても、これを日本の国内法で裁くことはできません。あくまでも海外で行われている活動に対しては海外の法律で対応してもらう必要があります。しかし中国などを見てみると、中国共産党に反抗する行為としては捕まるわけですが、日本の国旗を守る義理は彼らにはないですし、そういった法律もないわけですから、反日活動の一環として中国で日本の国旗が燃やされていたとしても警察の預かり知らぬところというわけです。また韓国について言っても、法律としてこれを作っていたとしても韓国には反日無罪という言葉があります。
ですから、たとえ日本の国旗が侮辱的な行為を受けていたとしても、取り締まる意思がなければ法律が適用されるということはないのでしょう。そのように海外で通用しないというのは、それはそれであくまでも仕方のない話なわけですが、まず第一に法律的なギャップを埋めることに意味があります。一体どのようなギャップかといえば、それは今回の法律というのは、それこそ海外の国旗についてはしっかりと罰則を設けていますよという状態がこれまであったわけです。しかし同時になぜか日本の国旗を守りましょうねということが抜け落ちていたわけです。ですから海外の国旗についてはしっかりと守るけど、日本の国旗については守りませんよといったような解釈が成り立ってしまう。このことそれ自体が問題であるから、ですから改正を行って海外の国旗も日本の国旗も同じようにして守りますよということを意思として示すことが重要なのです。ただ、今回の刑法改正に伴っての反対意見というのはまさにそこに集中するでしょう。それこそ今回の刑法改正をもって日本国内におけるそうした日の丸を燃やす行為などについてどんどん逮捕するつもりだろうといった具合にして批判を行い、この刑法改正を阻もうとする動きがきっと起こるはずです。また他に議論すべき問題は様々あるんだから、このような刑法改正に取り組むことそれ自体が場違いであるとか時間の無駄であるとか、そういったような反対意見を様々述べて時間稼ぎを行い廃案に持ち込もうとする動きなどもあるでしょう。しかしそれらの反論というのは基本的には反対するための理由を後からつけてきたような話であって本筋ではありません。基本的には日本国内においても日本の国旗を守りましょうといったことに対して反対する理由など本来なら存在しないはずです。ですから議論の時間すら無駄だというのであれば、そもそも議論などを行わずにさっさと採決を行い、これを通して刑法改正を行うというのが一番良いことなのです。ぐだぐだと時間を使ってこれを何とかして退けようとする動きこそが無駄な動きだと言えるでしょう。そういった意味では今回の刑法改正の動きというものが実際に国会で議論される段階になって、一体誰が時間稼ぎを行って何としてもこれを実施させようとしないかといったところこそが日本国民が見るべきポイントだと言えるでしょう。皆さんは今回の刑法改正の動きに対してどの政党、どの政治家が反対の立場に回って邪魔してくるか予想してみてください。それではニュースについてはここまで。ここからは少し余談をしましょう。今回の私の余談というのは、政策評価というのは0点から100点であれば0か100だけではありませんよというお話をします。一体なぜその話をするかといえば、私は前回の動画においては自民党のこの政策は間違っていると批判を行いました。一方で今回の動画において自民党の進める政策というものは支持できるよというお話をしてきました。つまり人によっては、この人は自民党について前の動画においては批判しているけど今回は賛同しているっていう意味不明な人だな、ブレブレな人だなという評価をするかもしれません。しかし私の考え方というのは、2つの政策があるのであればその政策というのはそれぞれ個別に評価を行います。ですから A という政策が良ければ B という政策について中身を見ずにこれも良いだろうといった頭ごなしの評価は行いません。また同じようにして A という政策が悪いんだから B の政策について中身も見ずにこれも悪いに違いないといったような決めつけは行いません。常にそれぞれの政策というのはそれぞれ評価を行っていきます。そして評価方法としても100点満点の0か100だけでこれはもう100点に届いていないから0点だといったようなことは行いません。人によってはそのような極端に0点か100点かといった具合にして分けた方が話としては分かりやすいと考えられる方もたくさんいます。実際私自身もそう言われた方が分かりやすいとは思うのですが、現実問題理想的な100点を取る政策などというのはほとんど存在しないと思っています。ですから現実問題としてこれは9大点だな、60点ぐらいだろう、もしくはこの政策というのはもう赤点だなと言いつつも50点ぐらいだったりすることもあるわけです。そしてある政党についての評価というのもそういった具合にして A から B までもしくは100個ぐらい政策があった中でそれぞれの政策をチェックしていって評価をしていて、じゃあ全体として評価するかな、全体として不支持かなというのをある程度決めていくことになります。なぜそのようなことをするかといえば、基本的に全ての意見に賛同できる政党といったものは基本的に存在しないと思っているからです。私は人間ですから他の人との意見の違いというものは必ず存在すると考えています。ですからそれは個人にしても
政党という組織についても全く同じことで、どの政党であろうとも私の考えが全て反映されている政党など存在しないと考えていますし、またそのようなものが存在していたらむしろ不気味なぐらいです。また政党によってはそのようにたくさんの政策を打ち出すと、必ずのようにその中のどれかに反対する人が出るということを見越した上で、政策を非常に絞り込んでいくという政策手法があります。それは例えばワンイシュー。一つの政策だけを打ち出して、これにノーというかイエスというかといったことだけをみんなに問うという方法です。これなどはまさにみんなが支持できる政策であれば多くの支持を得やすいという手法なわけですが、じゃあ現実問題その政党が政権与党に立ったらどんなことになるかといえば、ほとんど全ての政策というものは進まないことになってしまい、日本にとっては大きな打撃となってしまいます。ですからあくまでも端の方にいる政党として意味はあっても、政治の本流主流になってはならないそのような問題政党でもあるわけです。このように私は一つ一つの政策を別物としてそれぞれ評価を行いますから、自民党の出す政策について A については良いと言い B 案については悪いと言っていたとしても、それは私自身がブレているわけではなく、それぞれの政策を全く別物として扱ってそれぞれ評価しているからです。また評価方法としても0か100の極端に触れるということはあまりないということもぜひともご理解してくれると嬉しいです。また同様にして少しお話はしていませんが、必ずと言っていいように政権与党という評価軸においては必ず野党との比較評価というものも存在しますから、たとえ評価が低かったとしてもそれ以上に低いという評価が野党について下されれば、当然のようにどんぐりの背比べではありませんが、少しでも良い方へと支持が傾く傾向にあることはご理解ください。そういった意味では野党にものすごい評価の高い政党といったものが存在すれば、私自身はその政党についてのお話をもっともっとすることでしょう。そういう意味では現在の日本の野党というのは、この政党について一押しですよと言えるような政党というものがなかなかいないのが現状だと私は考えています。といったわけで今回の余談でした。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。